胸の描き方からいきましょうか。まず胸を描くときにですけど、胸周りの骨格とか筋肉の話も先に触れておこうかなと。基本的なことがね、分かってないと、いざ描こうと思ったときにディティールだけ考えててもね、うまく描けないと思いますので、その辺からやっていきたいと思うんですけど、当然胸って胸郭とか大胸筋の上に乗っかってるわけなんですけど、その辺の説明をまずしましょうか。僕がいつも描くときに、こんな感じで単純に考えましょうっていう話をするじゃないですか。この、上半身の骨格なり筋肉のつき方ってどうなってんのかっていうのを一番最初にお話ししておきます。腕がここについてますけどね。まずですね、骨格ですね。基本的にここにこういう形で胸郭っていうものが大事な心臓とか肺とかそういう臓器を外の刺激から守る骨、肋骨ってやつですね。これが入ってますね。そして、ここに鎖骨。ね。これは皆さん自分で見てわかると思いますけど、入ってますよね。背中側でいくと、同じシルエットで撮りますけど、同じものを背中から見た絵だと思ってくださいね。当然同じように、ここに胸郭ありまして、肩甲骨があるんですね。これが主な骨ですね。そして、この肩甲骨に、ボールジョイントでくっつくように上腕骨が入っているわけですね。後ろの肩甲骨にこのボールのジョイントでこう腕がくっついているというお話なんですけどね。これに体の筋肉が乗ってくるわけですね。どうやって乗ってくるかっていうと、首は胸鎖乳突筋っていうのと、首の後ろのシルエットを作る僧帽筋ですね。だから後ろから見ると僧帽筋っていう大きな筋肉がシルエットとして出るわけですね。色分けしていこうか。僧帽筋。僧帽筋はね、意外と大きい筋肉なんでね、本当はこの下までね、あるんですけど。あんまり細かくやってもここはしょうがないんで、ざっくりやりますけど。そして、胸のね、この前面を形作っているのは大胸筋ってやつですね。大胸筋は上腕骨に向かってこう大胸筋がくっついていると。大胸筋ってやつですね。胸の大きな筋肉。そして、ここに前鋸筋がくっついてて、で、その後ろの広背筋っていうのが、こういう形でね、上腕の全部にくっついてくるんですけど、広背筋はね、女性の場合ほとんど前面には見えないですね。そして、肩の筋肉は三角筋っていう肩をぐるっと一周する筋肉なんですけどね、これが覆っていると。これの下に上腕の筋肉がついてるんですけど、上腕二頭筋、上腕筋、後ろ側上腕三頭筋ですね。その間に右後腕筋とか入ってるんですよ。それはいいですわ、今日は。ね。最初はこの単純な台形だけ意識して描いてもらえればいいんですけどね。シルエットで単純に撮るとこういう台形がありますよっていう話ですね。で、この肩の後ろも三角筋がついていて、腕の裏側が上腕がついていると。基本はこれですね。これにですね、じゃあ女の人はおっぱいが膨らんで乗ってるわけですけど、どういう形状で乗ってるかっていうお話をね、したいんですが、まずイメージとして覚えておいてもらいたいのは、水風船。風船に水が入った水風船が胸に2つくっついてるっていうイメージで考えてもらいたいんですよ。で、この水風船がですね、こういう感じで大胸筋のところに吊り下げられていると。ね、吊り下げられているイメージですね。なので基本的にこの水風船は重力によって形が大きく変わりますね。寝そべってる場合だったら水風船っぽい感じなんで潰れるわけですね。これ寝そべってる絵だと思ってください。ここに、こうか。寝そべってるように見えない。気にしないでください。逆に今度は下を向いてる。要はこう体があって下に行ってる場合当然ですけど水風船がこういう状態でこう吊り下げられるという感じになるわけですね。これはご理解いただけます？なので基本吊り下げられているという感じで考えていただきたいんですね。何せよ重力によって形が変わるんですよっていうことは意識しておいてくださいっていう話ですね。じゃあこれに乗っけていきましょうって考えたときどうなるかっていうとですね、正面から見た場合はこういう風に胸郭が入っていますね。そしてここに大胸筋があると。ね。この上に
水風船で、もし単純化して考えるっていう考え方だったら、この胸郭のラインに合わせてこうやって引いちゃっていいと思いますよ。あとは大きさとか形って人それぞれになってくると思うんで、その辺は臨機応変に対応していただきたいんですけど。で、基本胸は真上から見たらですけど、ここに胸がこうやってくっついてるので、基本こう向きですね。真上から見た時こっちに向いていると、こういう感じでついているということなので、ここの胸の正中線がどうなるかっていうと、やっぱこっち向きなんですね。こういう向きに入ってるんですよ。間違いとしてよくあるのが、体がまっすぐ前を向いてるからっておっぱいも正面向いちゃってる絵っていうのがあると思うんですけど、これはですね、ブラジャーとかした時に胸をこうグッと寄せた状態であれば、このぐらいの位置に来ることも可能なんですけど、自然な状態だと基本的にこうやって胸郭の丸みに沿ってついているので、こう向きになるんですね。ということはご理解いただけるでしょうか。まあ一応この辺からこうやって水風船が吊り下げられているという考え方で書いてみてください。とはいえね、やっぱ実際書いてみると難しいかもしれないんで、いろいろやってみましょうか。こういう感じでいつも僕書くじゃないですか。ね、体を。こうした時に、ここにこういう胸郭が入ってますよっていうイメージを持ってくださいね。で、これが真ん中だとして、ここに腕が入ってると。まあ大体大胸筋がこう入るでしょ。ここに。さっきも言いましたけど。ね、これ大胸筋のラインですね。まあ女の人でこんなにしっかり大胸筋がつく人がいるかどうかわかんないですけど。ここにこういう感じで2つ水風船が入っていると。で、これがここに吊り下げられていると。こういう感じになるんですね。横の大胸筋のシルエットが一応出るのかな。で、こういう感じで書いて、ここもこういう感じで書くと。吊り下げられてるっていうことなので、これ、胸郭を真横から見た図だと思ってくださいね。ここにこう胸がくっついてるっていう考え方だとしたら、こう向きのラインじゃなくてですね、吊り下げられてるところはこういうラインで、本体の水風船が入ってるところはこういうラインっていう考え方で書いてあげた方がいいですね。水風船が下に落ちようとする力でこう引っ張られてるんで、ここもこういうラインにしちゃうとやっぱ不自然になっちゃうんで、ここの部分はこういうラインで取ってあげた方が多分自然なんじゃないかなという気はしますね。じゃあ腕を上げた時どうなるかっていうお話もあると思うんですけど、基本的に胸って大胸筋にくっついているので、腕を持ち上げてみましょうってなったら、こうやって腕を持ち上げましたといった時にですね、どうなるかっていうとですね、先ほどもお話ししましたが、大胸筋の筋肉は上腕にくっついているのでね、大胸筋自体が持ち上がるわけですね。上腕に引っ張られて。なので、胸自体もこれに合わせて持ち上げられるんですけど、これに沿って水風船が2つ入ってるという考え方になってくるので、シルエットとしてはこういう感じになるんですかね。こういうシルエットになってくるということですね。もうちょっと潰れててもいいかもね。ちょっと大きすぎるかっていうお話ですね。なので、例えばよくある感じですけど、寝ているポーズっぽい感じになるときは、ここにこういうラッピングラインがあるんで、上腕に向かって大胸筋がこうついていると。ね、こういう感じの場合、じゃあどうでしょう。ね、上から重力が来たとき、こういう水風船の形になるので、この回り込みに合わせて胸を潰してあげるといいかもしれないですね。そして、この角度だったら吊り下げられてるこの部分は見えないかな。なので、まあこれはこの感じでいいかな。という感じでね、考えるんですね。向きは胸郭の丸みに合わせてこっち向きっていう感じになるわけですね。で、まあさっきも書きましたけど、まあこれが下を向いてる場合どうなるんでしょう。こういう感じで胸郭が入っている。って時に、こういう風に下を向いている人がいたとしたら、ここにこう大胸筋があるんですけど、ここにこういう具合に風船が下に向かって垂れると。なんでこういう感じで胸が
くっつくということですね。っていうことで、皆さんもいろいろね、見て、どういう風におっぱいが入ってんのかっていうのを観察してみてください。そうすることで、いろんな角度に対応できるようになるとは思いますので、やってみてくださいというとこですかね。